はい、皆さんこんにちは、ヨッシーです。それでは、かばいたちの夜、シャープ11、始めていきたいと思います。というわけで、今回もですね、また新しいね、エンディングを迎えるためにやっていくんですが、はい、もうね、はい、毎回同じくですね、はい、第4章夕食だの、ここね、空いてるところを片付けていきましょう。というわけで、今回はもうここ行きましょうか。はい、というわけで、じゃあちょっと、ここね、周りの人、ちょっと待って、これここね、ガチョーンからの、あっと驚く食べ頃からの、はい、こうなったら植木仁をやるしかないというわけで、クレイジーキャッツ縛りでね、やっていきたいと思います。はい、まずはね、頭から、選択してない選択肢を選んでいくというところからやっていきますよ。はい、来ました、選択肢。はい、というわけで、ここですね、こうなったら植木仁をやるしかないと。はい。なので、もうね、あれですね。ここからだから、ちょっと待って。ここからか。ガチョーンやって、あっと驚くためゴーローやってのここね。はい。というわけでやってみましょう。こうなったら植木仁をやるしかない。そう思った。お呼びでない？お呼びでない。これはまた失礼しました。シーン。重苦しい沈黙が僕の上にのしかかった。マリの顔がブルブルと震え、今にも怒り出すのではないかと思った瞬間。プッ。あはははは。マリは腹を抱えて笑い出した。やめてよもう、おかしくて死にそう。彼女は涙まで流している。こんなに面白い人だなんて思わなかったわ。そう僕は嬉しくなって次々と冗談を連発した。面白い人と言われるのは嫌ではなかったが、なんとなくつまらないような気もした。そう思って見回すと、まだ見たことのない妙な客に目が留まった。これ、ヤクザね。これは、はい。よかった。よかった。これ追加選択肢切ったらどうしようかと思ったわ。こっからさ、またさらに新しい選択肢増えるとかね、嫌やったけど、ちゃんとここでジャンプしてくれてね。ヤクザの、はい、ここの共通ルートのとこ行きましたね、こっから。はい。というわけで、1個のルートは片付けたか。あと残ってるのはこの2つですね。この2つの選択肢が残ってるのと、あともう1個、別のね、こっち側の、彼女の綺麗な手がテーブル2の方だと、ここ選択肢が2つ残ってるんで、はい、ここをやっていくんですが、まあ、とりあえずここを片付けましょうね。はい、というわけで今ここまで来たので、じゃあ次の選択肢まで飛びましょう。次の選択肢は、結構飛ぶんですが、田中さんの死体を発見したところかな。田中さんの死体を発見して、ここの決死体、決死体じゃねえな。田中さんの死体を発見して、あれか、これだ。1階、2階どちらからで調べた後の選択肢のここか。犯人はもっとペンションにもっと前からペンションの中にいたんじゃないかのところですね。で、これでできるわけがない。どうやってペンションの中ね。正面から入ってきたか誰にも見えなかったのかの、ここですね。犯人宛てのところ。犯人宛てのところで入力済みの人と入力してない人がいるんですけれど、三木本を入れた時の、ここのね、選択肢がいっぱいね、あるんで、今回ちょっとここ行ってみましょうか。犯人三木本入れて、一番最初の選択肢。まずここまで行ってみましょう。はい、というわけで、次までスキップ。はい、来ました。選択肢ですね。はい、こちらは犯人当てで三木本を入力した時の一番最初の選択肢ですね。はい。2階に上がったのは確かつって、で、そう、荷物を置くだけだから2分とかかからなかったはずよと。三木本さんは到着してからすぐ2階に上がって、すぐここに戻ってきたから、死体をバラバラにする時間なんかなかったよっていうのをマリが言ってると。で、確かにそんなことはできないね。三木本さんが実はもっと早く到着していたとしたら、田中さんをバラバラにするのも可能になるの選択肢2つ。で、前回はこちら A を選択した。A ですね。A を選択したので、今回 B 選択してみましょう。三木本さんが実はもっと早く到着していたとしたら、田中さんをバラバラにするのも可能になる。僕はそう言って三木本さんを見つめた。彼もまっすぐ見つめ返してくる。その視線の間に割り込むようにマリが聞き返してくる。もっと早く？じゃあ夕食後すぐ田中さんの部屋に窓から忍び込んで時間をかけて死体をバラバラにしたってこと？そうさ。ちょっと待ってくれないか。小林さんが口を挟んだ。君は彼が夕食後に電話をかけてきたことを忘れてるよ。いいかい？彼は外からここに電話をかけてきたんだよ。君の推理によると2階で死体をバラバラにしていたはずの時間にね。しまった。そのことは忘れていた。
それではですね、あれですよ。携帯電話を使ったんでしょう。ダメだよ。携帯電話はこの辺りじゃ使えないと言っただろう。それに近くには民家もなければ公衆電話もない。死体をバラバラにして街と往復するには時間が足りない。こりゃダメだ。やっぱりいい加減なことを言うものではない。僕はしばらく黙っていたが、このままではいけないと思い、ソファーを降りて床に手をついた。三木本さん、すいません。大した根拠もないのに犯人呼ばわりなんかして、なんて言って謝ったらいいか。少し大げさすぎたのかもしれない。三木本さんは逆に慌てた様子だった。いや、いいんだよ。こんな状態じゃお互いを疑い合うのも当然だ。よく知らない人間の方が怪しく見えるだろうしね。気になんかしてないよ。全く気にしてないことはないだろうが、そう言ってくれたので僕もほっとした。まあもともと僕は友達でもなかったわけだから、犯人呼ばわりされてもさほどショックは受けなかったのだろう。これからはもう少し慎重に行動しなければと反省した。そうだ、ここにいる人たちはみんな虫も殺せないような人たちばかりなのだ。こんな人たちを疑うなんてどうかしていた。やはり犯人は外へ逃げたのだ。ここにいる人間とは何の関係もない根っからの犯罪者に違いない。そう、多分殺された田中さんもきっとヤクザか何かだったのだ。そして別のヤクザに殺された。僕は無理にでもそんな風に思い込もうとした。突然小林さんがバッと立ち上がった。あ、これ外に行ってくる。外を調べてくる。はい。というわけで共通に来ましたね。はい。ここで間違った選択を選ぶと、推理でね、三木本って当てても、間違った選択を選ぶと、こっちにね、強制的に飛ばされると、この、次のルートですね。はい。外を調べてくると、こっちの方に行きました。はい。というわけなので、じゃあ次の選択行きましょうかね。次の選択肢は、ここ。今の時点で犯人は限定できない。空いてるんだけれど、どうしようかな。これ前回さ、シャープ10の時に、犯人は僕だと、犯人は君だよマリー2つやったよね。で、やってちょっとここ消化不良なんで、ここ行きましょう。犯人は君だよマリー。ここを選択してないんで、こっち行こう。ここずっとちょっと空白のままなんだけれども、選択できてないんだけれどもね。ここ行きましょうか。はい。というわけで、ここは、みどりさんが死んで、みどりさんの部屋を、としおとね、3人。マリとヨッシーととしおの3人で調べて、戻ってきて、推理をして、ところの犯人が分かったようなところの選択肢ですね。はい。というわけで、じゃあ、ここまで移動。はい。選択肢まで来ました。はい。ここですね。犯人である可能性のある人はただ一人ということで、前回ね、ここで犯人は僕だを選択したら、バッドエンド冗談なのに言っちゃったので、今回はマリの方を選択してみましょう。犯人は君だよ、マリ。僕は歯を食いしばりながら言った。マリはきょとんとした様子で聞き返す。私？それ冗談のつもり？だとしたら全然面白くないわよ。ねえ、本当に分かったの？僕は言った。おい、ループしてんじゃんか、また。安定のループか。ちょっともう一回やらして。2回ループ。これ一緒かな？同じ？変わってない？はい、変わってない。はい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 。というわけで、犯人はマリーって言ったら、マリ、ここもループしてましたね。ループしていたと。はい。じゃあ、今回は、じゃあ、犯人は当然僕でもなければマリでもなく、こちら選んでいこっか。で、選んでいくんですが、ここね、入力で三木本ってやったら、もう今回のこっちのところは何の選択肢もなく、敏夫の自殺にね、直通なので、はい。というわけで、三木本じゃない人を入れてみましょうかね。あ、待って、間違えた。もう、マリ選んだ。まあいいや、ここちょっと長くないからいいね。一回ミスっても。はい。というわけで、ここですね。はい。前回ね、これ上の一発目の犯人当てのところで年を入れてるんで、じゃあ2回目の今回もね、これ年を入れてみましょうか。年をと。はい。犯人は年男さんだ。僕は言った。年男さん？でも年男さんには死体をバラバラにするような時間はなかったはずよ。マリが反論する。十分な根拠もなしに人を犯人呼ばわりするなんて最低よ。僕には返す言葉もなかった。やはりいい加減なことを言うものではない。もう一度じっくり考えてみることにした。そして典型のように全てが見えた。今度こそ間違いない。僕は慎重にその推理に間違いがないか検討してから口を開いた。さっきはちょっと思い違いをしていたけど、今度こそ犯人が分かった。本当に分かったの？一体誰よ？マリが疑わしげな目つきで尋ねる。僕はすぐにはその問いに答えず、みんなに向かって話し始めた。窓が割れる音がしたとき、敏夫さん以外の全員が談話室にいました。だから僕は最初、僕たちの中に犯人がいるのなら、敏夫さんが一番怪しいと思いました。みんなは不安そうに敏夫さんの顔を見る。
敏夫さんはムッとしたような顔つきでそんなみんなの資産を跳ね返していた。でもトリックを使えばあの時談話室にいた人にも犯行が可能だったと気がついたんです。はい、これも共通ルート入ってんね、これね。時間差のトリック。はい。というわけで、もうこれ、加山さんが犯人にしてあげられるルートですね。ということは、犯人当てで、こっちか、犯人当て違う方に行くとジャンプでこうやって、ここに行くと。で、ここはもう、加山さんを地下室に閉じ込めると。これね、第24章地下室の監禁入ってるね。はい。というところに行くので、行きますよと。じゃあ次の選択肢までジャンプですね、こうなると。で、次来るのは、まあ、ここです。ここもしかしたら加山さんが地下室にいるか確認するのが先。ここに行きたいんですけれど、ここに行くためにはまずここか、マリの悲鳴が聞こえて、マリと一緒に部屋に戻って寝てたら、目が覚めたらマリがいなくなってて、よし一人だったとっていうところで、マリっつって探しに行くんだけど、1階からね、マリの悲鳴が聞こえた時、その時に一刻も早くマリの元へ行かないといけないんですよね。で、一刻も早くマリの元に行った後の一番最初の選択肢ですね。というわけで、ここまで、はい、行きましょう。じゃあ、スキップ。はい、来ました。選択肢のとこ来ましたね。はい、加山さんが地下室を抜けて小林さんたちをってところで、まず先に加山さんの方を確認しに行きましょう。はい、そうすると、こっから先の選択肢ですかね。こっちの次のところ、地下室へ行ってから犯人は敏夫しかいないのところに行くので、あれかな、自室に帰ってマリと相談するところかな。そこで選択肢が1個増えるので、はい、じゃあ次はそこまで移動ですね。はい、選択肢来ました。これ自室に帰って、マリと相談するところってさっき言ったけれども、これ自室じゃなかったな。これ三木本さんの部屋ですね。三木本さんの部屋で行って、三木本さんを呼びに行って、そう、呼びに行ったんだけど、三木本さんの、手をね、触ったら冷たいってなって、三木本さんまで殺されてるのかっていう、ここね、のところの状態で、この選択肢だったわ。はい。というわけで、じゃあ次行くんですがね、A か。前回 A を選んでるので、次は B ですね。みんなで団結しなければまた新たな犠牲者が出ることになるだろう。僕は思った。もうこんなところは逃げ出した方がいい。もうこんなところは逃げ出した方がいい。マリ、もうダメだよ。こんなところは逃げ出そう。逃げるって何か方法でもあるの？他のみんなを置き去りにするつもりなの？マリは冷たい目で僕を見返した。僕は返答にこもった。適当に逃げようなんて言ったものの、この吹雪の中へ飛び出すのは自殺行為だ。それにマリにあんな目で見られるのは耐えられない。僕は覚悟を決め、これからどうするべきか必死で考え始めた。加山さんの奥さんの女の子たちに警告だけはしといた方がいいだろうな。僕は努めて声が震えないようにゆっくりと言った。それから小林さんたちの様子も見てこないと。いや、あそこへは行きたくない。ちょっと待って、これ一緒じゃん。こっから先同じだ。はい。というわけで、これは、ここの選択肢はどっちを選んでも次に進むと。はい。というわけですね。じゃあ次行きましょうか。次の選択肢まで。スキップ。はい、来ました。ドアに、小林さんの部屋ですね。小林さんの部屋に行って小林さんたちの様子を見て、死体を発見した後、逃げるように部屋から出て帰ってるところの途中で、ドアのノブに血がついてるのを発見したところの選択肢ですね。で、これは、無視すると。で、これをね、ドアを開けて先に進むと、外に出て、敏夫さんにね、襲われるんですよ。敏夫さんに。で、そこで重要なね、証言を聞くんですけれども、はい、今回は無視しましょう。今の状況では取るに足りないことだと判断して無視することにした。本来なら敏夫さんがどこへ行ったのか調べなければならないところだ。が、今はもうどうでもよかった。談話室を駆け抜け階段を飛ぶように上がる。 OL たちの客室にたどり着くまできっと10秒もかからなかったに違いない。マリ、開けてくれ！叫びながらノックする。中で少し言い争うような声が聞こえたが、すぐにドアは開かれた。よかった、無事で。マリが飛び出してきて首に抱きつく。マリがこんなに心配してくれていた。僕はそのことが嬉しく、少し恐怖が和らいだ。加山さんの奥さん来た？うん、来ないけど。そうか、じゃあ自分の部屋に戻ったのかな。戻る途中で襲われてたりしないだろうな。ふと嫌なことを考える。変な物音とか声とかしなかっただろうね。マリは黙って首を横に振る。それなら多分大丈夫だろう。僕は生き残っている人を数えた。女の子3人、マリ、僕、そして春子さん。たったこれだけだ。6人しかいないし、僕以外は全員女性だ。これ以上犠牲者を出さないためには、やっぱり全員一緒にならなきゃダメだ。
僕は加山さんの部屋のドアに近づいた。奥さんいますか？出てきてください。一緒にいた方が安全ですよ。じりじりしながら待っていると、ゆっくりとドアが開いた。春子さんは幽霊のような顔で立っている。さあ、こっちへ来てください。僕は彼女の腕をつかみ、半ば無理やりにみんなのいる部屋まで引っ張ってきた。そしてドアを閉めてロックする。3人の女の子は僕たちから身を守るように部屋の隅で固まっている。が、追い出す気まではなさそうだった。犯人は敏夫さんであることをマリが納得させたのかもしれない。生きてるのは僕たちだけです。敏夫さんを除いては。こうやって口にしてみると妙に空々しく響く。本当にみんな死んでしまったのだろうか。あれは何かの見間違いだったんじゃないだろうか。現実ではなく映画かテレビのドラマの中に迷い込んでしまったような気がする。敏夫さんが主人を殺したんですか？春子さんは突っ立ったまま無感情につぶやく。そうとしか考えられません。だって他にそんなことのできそうな人は残っていないし、敏夫さんは加山さんを殺しかねない勢いだったでしょう。自分で言いながらなんだかおかしいことに気がついた。ちょっと待って、これ、あれかな、チャイムの方行ってない？なんか文章的にさ、チャイムの方行ってる気がする。ここ。だよね。無視することにしたっつったら、チャイムの方に行くのか？ちょっとこれ、飛ばしてみよっか。あー、ほら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 、石や。あー、ストックで刺されたー。やられたー。はい、というわけでここに来るわけでね。このエンディングに来るか。ちょっとこれやり直しだな。また。はい。ここですね。ここか。無視することにした。無視することにしたら、バーンってジャンプして、こう、ぐわーっていって、ここ、チャイムの音があるとこね。ここまで来ましたね。で、彼女にストックで、このエンディングを迎えることになりましたと。はい。というわけなので、やり直すんだけれども、はい、ちょっともう一回小セレクトからやり直しだな、これな。小セレクトからやり直しなんだけども、頭からやらないよ。もう時間かかるんで、こっからやりましょう。ここか。第28章の2つの惨殺死体。ここから始めたら、ここはもう選択したんで、次ここですね。ここのマリのことが心配になって駆け出した。ここの選択があるんで、じゃあここをね、次やってみましょうか。はい、というわけでまたリセットして、小セレクトして、またやり直します。チャンネル登録よろしくね。チャンネル登録よろしくね。チャンネル登録よろしくね。チャンネル登録してね。チャンネル登録してね。はい、小セレクトで28章を選択して、さっきの選択肢まで戻ってきました。ここでね、無視することにしたって言ったら、チャイムの方のルートにね、飛んでしまうので、ここは一回、まずドアに近づきましょう。ドアに近づいて、で、この先の選択肢かな。はい、ここで、マリのことが心配になって僕は再び書き出したの。こちらがね、まだやってないので、やっていきましょう。で、ちなみにね、フローチャート、さっきのやつ、反映しときました。さっきの選択してたやつね。はい、というわけで、アップデートしましたよーと。はい、というわけで、じゃあ次ここかな。マリのことが心配になって駆け出した。はい、やってみましょう。マリのことが心配になって僕が再び駆け出した。本来なら敏夫さんがどこに行ったか調べなければならないところだが、今はもうどうでもよかった。談話室を駆け抜け階段を飛ぶように上がる。 OL たちの客室にたどり着くまできっと10秒もかからなかったに違いない。マリ、開けてくれ！叫びながらノックする。中で少し言い争うような声が聞こえたが、すぐにドアは開かれた。よかった、無事で。マリが飛び出してきて首に抱きつく。マリがこんなに心配してくれていた。僕はそのことが嬉しく、少し恐怖が和らいだ。ちょっと待って、これさっきと一緒また。これチャイムもしかして。また同じストックエンドでした。変わらず。もう一緒やんか。
もう、はい、ここのひまわりのことが心配になって駆け出した。これをやると、上の選択肢と同じく、またこっちに下に行って、はい、ここ、チャイムのところに行き、ストックで、彼女にストックで、でしたね。そうなってくると、ここも一緒じゃない？一刻も早くマリの元へ戻ろうと思ったも同じ展開な気がするんだけれども。でもちょっともう一回やってみるか。これ29章なんだけど、多分これ29章今通ってないんでね、ここ行けないんだよ、うろ口の結婚。だからもう一回28章惨殺したいから再開して、ここの選択肢までちょっと行きましょう。はい、やり直し。はい、リセットボタンを押して、またさっきの選択肢のところまで戻ってきました。はい。さっきここでね、マリのことが心配になって再び駆け出したにしたら、ストックエンドに行っちゃったんで、はい、今度ここでね、慎重にロック外してドアを押し上げてみましょう。はい、ドアを押し上げますと。で、押し上げると外に出るんだけれども、血だって言ってね、こっからね、先もう一個選択肢があるんですよね。ここ。はい。で、ここの選択肢なんですが、マリのことが心配になって駆け出した。これがさっき選んだ選択肢ね。で、今の選択肢はここ。荒れ狂う吹雪の中に足を踏み入れると、こっち、敏夫さんのところに行って、ここに最後1個選択肢があるんだけれども、はい、もうこうなってきたらね、せっかくなんでここやっとこうぜ。一刻も早くマリの元へ戻ろうと思ったら、多分ね、同じ展開になるとは思うんだけれどもね。はい、一回やってみよう。マリの元へ戻ろうと思った。一刻も早くマリの元へ戻ろうと思った。本来なら敏夫さんがどこに行ったか調べなければならないところだ。が、今はもうどうでもよかった。はい、これ一緒やろ、多分。はい、同じでした。はい、また同じ展開っていうか同じエンディングですね。同じルートのとこ行きましたね。もう、マジかよ。はい。というわけで、ここの一刻も早くマリの元へ戻ろうと思ったをやると絶対こっちに行くんだな。チャイムの音がの方に行くね。はい。で、今回ね、この第29章裏口の結婚のところに章まで進んでいるので、はい、またリセットして章セレクトで裏口の結婚29章のね、ところから再開したら、ここからできるので、はい、じゃあ最後の選択肢ここですね。もしや加山さんがここをやりたいんで、はい、というわけでまた、はい、やり直し。はい、リセットボタンを押して、はい、第29章裏口の結婚から再開ですね。これで第29章裏口の結婚で、さっきの選択肢、はい、ここの選択肢まで戻ってきましたと。はい、というわけでここから進めていくんですが、こっちね、僕は意を決して荒れ狂う吹雪の中に足を踏み出した。はい、じゃあこっちのルートに行ったら最終的にここね、ここの選択肢に行くので、はい、じゃあここまで行きましょう。はい、来ました。選択肢ですね。敏夫さんに外に出たら敏夫さんに襲われて、だけど敏夫さんって言ったら、誰だって言ったら、ヨッシーくんかってなって、敏夫が力尽きたと。で、食堂まで敏夫を運んできたところですね。で、そこで敏夫は最後、あいつって言っていた。あいつとは一体誰だっていうところの選択肢。はい。で、ここで、前回はね、これ A の選択肢選んでバッドエンドその人影はに言ってたんだけど、ここ B を選んだらどうなるのか。もしや加山さんが、そういえば加山さんの脈を取っていなかったことを思い出した。はい、こちらのルート行ってみましょう。もしや加山さんが、そういえば加山さんの脈を取ってなかったことを思い出した。あの人の死体には僕もマリも触れなかった。もしかしたらあれは単に死んだふりをしていただけだったのではないか。そしてまだこの建物の中をうろつきながら僕たちを殺す機会をずっと狙っているんじゃないのか。お、ここで増えたな選択肢。そんなはずはない。加山さんは確かに死んでいた。加山さんが本当に死んでいることを確認する必要があると思った。これ選択肢分岐すんだな。A1 してみようか。そんなはずはない。加山さんは確かに死んでいた。あの OL たちが一緒になってみんなを殺したのだとしたら大変だ。マリは今その犯人かもしれない連中と一緒にいるのだ。食堂を駆け抜け階段を飛ぶように上がる。 OL たちの客室にたどり着くまできっと10秒かそこらだったに違いない。マリ、開けてくれ。叫びながらノックをする。中で少し言い争うような声が聞こえたがすぐにドアは開かれた。これさ、ちょっと待って、これ一緒？これちょっと待って。多分展開的にその人影はの方に行ってないか。ここで A の方をさっきの追加された選択肢をね選んで、その人影はの方に行くのかな。
ちょっとこれ流してみよっか。その人影はだ。はい。その人影はのエンディングに行きましたね。いやー、マジか。はい。というわけで、これは、共通というか、なんかあれだ。同じエンディングでしたね。でさっき追加された選択肢は、そこ、加山さんいや、そんなはずはない。加山さんは確かに死んでいた。を選ぶと、その人影はの方に行くと。だから、加山さん、ちゃんと確かめようと思ったの方の選択肢行かないとダメですね。はい。というわけで、またそこからやり直しか。とりあえず、またあれかな、第29章裏口の結婚に戻って、小セレクトで、さっき追加された選択肢の、確かに死んでいたか、確認する必要があると思ったのところまで戻りましょうかね。ちょっとフローチャートも更新しよう。はい。というわけで、また戻りますよ。はい、さっきの選択肢まで戻ってきました。はい。そして、選択肢じゃなくてフローチャートね。はい。フローチャートもこれ更新しましてね。もし赤山さんが、僕たちを狙ってるんじゃないかと A 言ったら、その人影はに行くという感じですね。なので今回 B 選んでいきましょう。加山さんが本当に死んでいることを確認する必要があると思った。僕はモップを握り直してゆっくりと食堂を抜け地下室への扉へたどり着いた。最後に見た時と全く変わらない様子でドアは半分開いている。僕は大きく深呼吸してから階段を降り始めた。半分も降りないうちに加山さんの体が見えてくる。発見した時と同じように階段の下で倒れている。あれが死んだフリーダなんてことがあり得るだろうか。小林さんたちを殺し敏夫さんを襲った後で地下室に戻ったというのか。最後の数段をさらに慎重に降りると、僕はまず加山さんの周りをゆっくりと回った。今日一日で何度も嗅いだむせるような匂いが加山さんの頭の下から流れ出た黒ずみが血であることをはっきりと示していた。モップの柄の先で軽く加山さんの体をつついてみた。何の反応もない。ひざまずき加山さんの手首に触れた。冷たい。脈を探ったがやはり何も感じられない。やっぱり加山さんは死んでいる。ほっとしたのも一瞬だった。加山さんはやっぱり死んでいる。では一体どういうことになるんだろう。ゾンビが、生ける屍が、見ていない間に歩き回って人を殺しているとでも。でなければ女性の中の誰かが恐ろしい殺人鬼だと考えるしかなくなってしまう。待てよ。生ける屍。僕はそっとひざまずくと吐き気をこらえながら加山さんの顔を観察した。目はカッと見開いていて、割れた額には血で固まった髪の毛がこびりついている。心臓のあたりに手を当てて鼓動を探った。服を通してさえ体温のないことがはっきりとわかるし、かすかな鼓動さえも感じられない。そうか。ジグソーパズルのいくつもの断片が音を立ててピタリとはまった。この悪夢のような事件の張本人が誰か今ようやくわかった。それはあいつだ。マリだ。僕だ。はい、3つ選択肢来ましたね。ここで3選択肢。あいつだ、マリだ、僕だ。ここで ABC が来るか。どうするこれ。僕だ、マリだ。なんか今までさ、ここ A が僕だで B がマリだで C が犯人は僕でもマリでもなければ僕でもマリでもなくだったけれど、なんか今回順番が違うんだよな。とりあえずね、あいつだ、まあマリダにしてみようか。さっきね、マリダ選んだんでね。はい。というわけで、じゃあ、マリダ。マリダ。信じられない。信じたくない。しかしそう考えるしかなかった。僕は重い足取りで階段を上り、OL たちの部屋へとたどり着いた。ドアが開いていた。僕はなんとなくその光景を予期していたような気がする。ベッドの一つの上に、かなこちゃんが仰向けに倒れている。血は流れていなかったが、首が奇妙な角度で折れ曲がっていた。アキちゃんは壁際にもたれて座っているみたいだが、その壁にはスイカを叩きつけたみたいに赤い血しぶきが飛び散っている。そしてケイコちゃん。彼女は窓から逃げようとしたみたいに頭からガラスに突っ込んでいた。その背中は血まみれで、服はズタズタに切り裂かれている。ナイフか何かでめった突きにされたようだ。僕は何も感じなかった。そしてキビスを返すと僕の部屋へと戻った。ドアを開けて中を覗いたが誰もいない。振り向くとマリが自分の部屋から出てくるのが見えた。彼女も僕を見て一瞬驚いたようだった。けれどすぐにほっとしたような笑みを浮かべ、こちらへ向かって早足で歩いてくる。右手を後ろに回しているのが僕には気になる。よし、よかった、大丈夫だったのね。彼女は心底嬉しそうな表情を浮かべ近づいてくる。
あと数歩のところまで来たところで、彼女は急に足を速め、僕に向かって飛びかかってきた。僕までも殺すつもりなのか、マリ。僕はぎゅっと目をつぶって手にしたモップをマリめがけて振り下ろした。キャー！嫌な手応えがあってどさりと倒れる音がした。目を開けるとマリが顔を押さえて床に倒れていた。僕は自分のしたことに驚き、モップを取り落とした。マリ、大丈夫か？床に膝をつき、彼女ににじり寄る。顔を押さえた指の隙間から真っ赤な血があふれている。として、よし。僕が聞きたいよ。マリ、どうして人殺しなんか。そう言いかけたとき、マリの傍らに落ちているものを見つけた。十字架のついたネックレス。彼女はこれを自分の部屋に取りに行ったのだろう。僕はそれをナイフか何かを隠し持っていると勘違いしたのだ。彼女は僕に襲いかかったのではなかった。ただ抱きつこうとしただけだった。それを僕は、マリ、許してくれ。君がみんなを殺したと思ったんだ。マリ、しっかりしてくれ。マリはゆっくりと手を顔から離し、僕の顔を見上げた。最後に微笑んだように見えたのは多分僕の錯覚だろう。彼女の目がくるりと反転し、白目になった。マリ！僕がマリを殺した。僕がマリを。これは夢だ。悪夢を見ているのに違いない。目を覚ますと僕はベッドに寝ていて、マリがドアをどんどんと叩いているのだ。早く起きないと朝食に遅れるわよ。なんて怒鳴りながら。そして僕はヘトヘトになるまでマリのスキーレッスンを受け、多少上達して家へ帰るのだ。やがて冬休みが終わると大学が始まり、僕とマリはいつしか公認のカップルになり、卒業して何年かした頃には結婚してたりなんかして、楽しいことを考えているのに涙が溢れてくるのはどうしたわけだ？これはただの夢で、僕とマリは楽しいスキー旅行を続けるのだから悲しむことなんか何もない。誰かが目の前に立っているのに気づいたのは影が落ちたからだった。ゆっくりと顔を上げたが、涙でいっぱいの目に映ったのはぼんやりとした輪郭でしかなかった。誰だ？返事はなかった。ただ風を切る音が聞こえ、脳天からつま先まで衝撃が走った。世界が回り、やがて暗闇が押し寄せた。夢が終わる。これで僕はようやくこの悪夢から逃れることができる。マリ、早く僕を起こしてくれ。早く。終わり。バッドエンドになりました。犯人はマリだと。今までね、これ3回ぐらいあったよね。犯人は僕だマリだのやつで、今までは僕マリダを選んでもループしてたんだけど、最後の3回目でマリダを選んだらバッドエンドに行くんだな。今回はループしなかったですね。いやー、バッドエンドになりました。そしてヨッシーがマリを殺すと、自らの手でマリを殺すという後味のね、悪いエンディングになりましたね。バッドエンドですね、これもね。というわけで、ここに3つ選択肢が増えるのか。また3つ、あいつだってあったから、多分あいつだは犯人入力だろうな。あいつだで犯人入力で、僕だがちょっと気になるよね。ここのタイミングで僕だを選んだらどうなるのか、ループするのか、違うエンディングに行くのか、そこも気になるけど、まあ今回は結構ここに来るまでで結構なんか尺使っちゃったんで、でまあちょうどいい感じなんでね、今回はここで終わりにしておきましょう。シャープ11は以上で終了ですと。というわけで、シャープ12はですね、ここちょっとまだやり残してることがあるんで、この辺やっていこうかな。そこをね、やり残してるところをね、やっていこうかなと思います。いやー、いいですね。ミステリー編もだいぶエンディング埋まってきたんじゃない？あともうちょっとでミステリー編全部エンディング制覇できるかなっていう気は感じはするね。いやー、いいですね。じゃあ、この調子でちょっとね、やっていきましょう。じゃん、ガンガンね。というわけで、今回の、かまいたちの夜シャープ11は以上で終了です。ではご視聴いただきありがとうございました。この動画がいいねと思ったら高評価よろしくお願いします。このチャンネルでは今後もいろいろなレトロゲームの魅力を皆様にお届けしていきますので、更新を見逃さないようチャンネル登録お願いします。それではまた次回の動画でお会いしましょう。バイバイ。